はい、こちらはハイディクルムローズです。コロコロとした丸いお花が可愛いですよね。お花を近づけましても残念ながら香りはちょっとわからないようです。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。午前中の大雨に打たれてお花がバラバラっと散ってしまって、今3つだけしか残ってないですが、可愛く咲いていたのでご紹介いたしました。一つの花枝にいくつかつぼみができて順番に咲いていってくれるバラです。はい、こちらの絞りのバラ、2019年に私が交配した私のオリジナルのバラです。お父さんが絞りのバラなんですけど、絞りのバラがこんなにも簡単に出てくるのかってびっくりしました。お母さんがクチュールローズチリアで、お父さんがギーサボアーです。全体像としてはこんな感じです。4号ポットに入っています。ギーサボアーはもっと渋い感じのお色なんですが、鮮やかなローズピンクですね。昨日大雨が降っている間に咲いていたので、咲いたばかりの時の顔はわからないんですけれども、この子とか明日ぐらい開きそうかなと思うんですけども、明日は一日中雨みたいなのでご紹介は明後日になると思います。お花が、この中ではお花が一番大きそうな子ですね。お母さんがクチュールローズチリアなので、ちょっと花形はお母さんに似てるのかな。で、お花を近づけますと、なんとなくスパイシーな香りがするような気もします。この子にスパイシーな香りがあるとすれば、とっても夏らしいバラになるんじゃないかなと思います。今の段階だとちょっとお花つきまではわからないんですが、これから楽しみに観察しようと思います。はい、こちらの小さな小さなバラですが、2020年の私のオリジナルのバラで、お母さんがカーディナルフーム、お父さんがロソマーネジャノンです。花形がカーディナルフームっぽいですよね。少し可愛いと思います。で、お花色もアイボリー、ちょっと黄色みも見える、ピンクも入っている。育ってきたら単純な白っていうわけではなさそうな予感がする子です。楽しみです。全体像としてはこんな感じです。3号ポットかな、小さいポットに入っています。お花を近づけますと、気のせいかもしれないんですけども、柑橘系じゃない果物、フルーツの香りがするような気がします。まだこんなに小さいし、気のせいかもしれません。本日のオリジナルのバラは以上になります。この後ろのダフネとガブリエルの子はまだお花持ちしていました。お花持ちなかなか良さそうですね。
楽しみです。はい、こちらはとってもいい香りがしております。チャリティーローズの絆です。お花を近づけますと、私の大好きなティーの香りです。お花色もとても素敵なオレンジ系統、可愛いと思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子も我が家のバラの中ではお水狩りがしやすいというか、お水大好きな子です。お水切りさせてしまってかなり葉を落としてますが、葉が落ちてもすぐに回復してくれる子でした。ちなみにこの子も黒点病が出てますので、黒点病が出ていた葉っぱを取り除いてこの状態です。はい、こちらはリモンチェッロです。初夏にぴったりな爽やかなバラだと思います。お花を近づけましても香りはよくわかりません。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。この子は6月の頭からちょびちょびとずっと咲き続けている感じです。でまだまだつぼみの方がたくさんなのですが、いっぺんに咲いてくれる子ではないようで、だいたいこのぐらいのお花数で6月頭からずっと来ています。明るいレモンイエローと鮮やかな葉の色が本当に初夏にぴったりなバラだと思います。はい、こちらはラベンダードリームの2番花です。1番花は6月頭の長雨の間に散ってしまったんですが、2番花の開花とっても早いですね。1番花の段階で小さいつぼみがたくさんできていたと思います。全体像としてはこんな感じです。8号鉢です。支柱で押さえていますけども、かなり横張りな感じになってますね。全体を収めるとこんな感じです。お花を近づけましても香りはちょっとわからない子ですが、黄色いしべも可愛いし、お色も輝いて見えます。とっても可愛いです。はい、こちらはお久しぶりに登場のライラです。この子も6月の頭からちょびちょびとずっと咲き続けて今に至ります。未だに小さいつぼみも次々と上がってきている状態です。全体像としては今こんな感じです。8号鉢です。このお花が終わったら支柱に誘引してあげようかなと思うのですが、支柱に誘引したらますますオディッセイにそっくりになりそうですね。でも普段はシェーラザードのような咲き方をする子です。お花を近づけますととってもいい香りがします。ティーの香りもします。
最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた近いうちにお会いしましょう。